はい、皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ、本日はもう春ぐらい、冬ぐらいからもうずっとみんなにご報告したかったことを、発表させていただく動画となっております。でもタイトルにもあるので、もう皆さんご存知かと思うんですけれども、私ジブリ大好き太田ゆい、スタジオジブリさんとフォックスファイヤーさんとお洋服を作らせていただきましたー。わーやっと言えた。もうマジで嬉しい。もうありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうありがとうございます。もう私がもう愛してやまないスタジオジブリさんと、アウトドアブランドフォックスファイヤーさんとタイアップをさせていただきまして、もう約1年かけてお洋服を作らせていただきました。いやー、みんな夢が叶ったよーいや、ちょっともう嬉しすぎる。ちょっともうどうしよう。もう実はもう春ぐらいからもうずっともう準備してきて、もっと前かな、去年の冬とかからこそこそと準備をしてて、ついに今日その1年ぐらいかけて作ったプロダクツ計12点がフォックスファイヤーさんの店舗で発売開始になりました。もう私は本当にもう中学2年生ぐらいの時からもう本当にジブリが大好きで、もうこれまで散々もう何百本と動画を出してきたので、もう皆さん分かってくださっていると思うんですけれども、そんなジブリ好きという面と、2年前から私はキャンプを始めて、また7年ぐらい前からは海釣りをずっとしてきて、ジブリっていう好きなものと並行してずっと好きだったのがこのアウトドアだったんですね。ジブリ好きさんにもアウトドア好きさんにもご満足いただけるようなプロダクツを一緒に作りませんかということで、今回商品をプロデュースさせていただきました。なのでなんかこうジブリ好きとしてもうこのキャラはもっと大きくしてほしいとか、なんかそういうなんかオタク的ななんかその要望と、実際に自分がそのアウトドアで使ってる時に感じる、これもうちょっとなんか肩周り緩くしてほしいですとか、なんかそういうなんか利便性とかのなんかこう意見をどっちもほんとジブリさんとフォックスファイヤーさんが形にしてくださって、もう最高に使いやすくて可愛いもうグッズができましたので、今日はそちらを紹介したいと思います。もう先にお伝えしておくと、今回の商品はファイヤーさんの店舗と、1週間後にはオンラインショップでも買うことができるので、もうほんと全国の皆さんに買っていただけるようになっております。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。というわけでちょっとこの感慨深さだけでもう1時間ぐらい喋ってしまいそうなので、早速紹介したいと思います。それではスタジオジブリさんとフォックスファイヤーさんとコラボレーションしたアウトドアプロダクツ行ってみよう。はい、じゃあ1品目からいきたいと思います。今回のコラボレーションはテーマがありまして、過去2回そのジブリさんとフォックスファイヤーさんがコラボした時は隣のトトロがテーマだったんですけれども、今回の第3弾のコラボはなんともののけ姫でございます。なんかさ、もうほんとこれジブリ好き目線で言うと、もののけ姫のグッズってもうめっちゃくちゃ少ないんですね。今回はそんなもののけ姫の世界観を落とし込んだ商品を紹介したいと思います。じゃあちょっと1品目からもうその今回のもののけ姫テーマをもう存分に表現した1枚をご紹介したいと思います。1品目はこちらでーす。じゃーん。はい、こちらはですね、スタジオジブリフォックスファイヤーコラボアシタカジャケットでございます。はい、そうなんです。もう私といえばアシタカといえば私がもうスタジオジブリ作品の中でも最も愛してやまない男アシタカをイメージしたフリースジャケットを作りました。どう？アシタカに見えますか？どの辺がアシタカかっていうと、まずこの赤いね、このフード、アシタカがいつもつけているお面っていうかフードですね、そのアシタカのもう象徴とも言うアシタカフードをこちらの赤色で表現しました。いかがでしょうか？
今回の企画はフォックスファイヤーの女性デザイナーの方と一緒に、これだったらめちゃくちゃ明日かっぽいとか、とっても盛り上がりながら作りました。女性目線で形も美しく、キャラクター愛あふれるような仕上がりになっていると思います。で、このあれですね、このフリースの部分はアシタカはいつも藁をする時に藁をかぶっていると思うので、その真っ白ではなくて、その藁をちょっとこう感じるような、ちょっとこう茶色みがかったモコモコを採用しまして、でこの左肩にはこちら3のねお面をイメージしたこちらのワッペンをつけております。かわいい。このワッペンはね、今回のコラボのオリジナルデザインで、特注で作られております。ここに入ってるのめっちゃ可愛くない？いい感じでしょ。でこのボタンの部分ですね、ここはアシタカって赤のイメージとこの青色のイメージがあるなと思っていて、なんかこうちょっと紺っぽいっていうかすごく印象的な色だと思うんですけど、その劇中の色に限りなく近い色を採用して、この3色でアシタカを表現してみました。いかがでしょうか。これ着てさ、ジブリパークに行きたくってさ、もうこんな完璧なアシタカフォルムを作っていただきました。ちなみにね、これ街中でちょっと使いづらいなっていう方もいらっしゃると思うので、このフードの部分はこのボタンを外すと簡単に、こんな感じで取り外せるようになっていて、取り外すとほら割とこうシンプルなフリースとして使うことができます。めっちゃ可愛い。これだけでも可愛いでしょ。オタク心とその街に溶け込みたい心を両方採用したこちらのフリースになっております。可愛すぎる。アシタカ様なんだけれども、もうこれもその制作過程では茶色すぎるとやっぱこう汚れて見えちゃったりするので、本当の一番絶妙な色味を皆さんと選ばせてもらったり、このフードも今回だけのオリジナルの型なので、本当このさ幅をもう何センチにすれば一番なんか首元が綺麗に見えるかとか、もうあらゆる計算をして作ったのが今回でこれ1枚なんですね。このフリース自体は静電気が起きづらい素材を使っているし、内側のインナーの部分が、体の部分はこういうモコモコで裏表一緒の生地を使っているんですけど、逆にこの腕の部分はポリエステルみたいな生地を二重にしているので、もうめちゃめちゃ滑りやすくなっていて、キャンプとかアウトドア行った時ってなんかこういうさ動かしたりすると思うんだけど、その時にこう突っ張りづらくなってるんですね。もうこれはほんと機能も温かさもデザインももうめちゃめちゃいい一枚だと思います。絶対これでもののけの里行こう。はい、というわけで1品目、こちらがアシタカのフリースジャケットでした。よし、じゃあ次、続いてはこちらでーす。じゃーん。スタジオジブリフォックスファイヤーコラボ獅子神プルオーバーでございます。はい、こちらちょっとロンティーよりかは生地が分厚めの、でもスウェットほどこうごつくはない生地感のやつで、さっきはアシタカだったんですけど、こちらは獅子神様をイメージした1枚になっております。めっちゃシンプルでしょ。これはちょっともう万人に着ていただけるデザインになっておりまして、ベースはこういう白 T なんですけど、このプルオーバーの下の部分にはこちらどのシーンか見覚えあるでしょうか。獅子神の足元が映った本編のシーンを抜粋させていただいて、プリントと刺繍であしらっております。これはもうもののけ姫ご覧になった方わかると思うんですけど、獅子神といえば生と死を司る神と言われていて、命を与えもするし奪いもするっていうのが獅子神なんですけど、歩いてる足元が踏んだ瞬間に花が生えて、でまた枯れてみたいな、獅子神のキャラクターをもう本当それで表現したもう素晴らしいシーンがあるんですけど、そのシーンを今回贅沢にこんなビッグプリントであしらわせていただいて、緑の鮮やかな部分はカラープリント、命が宿った花の部分は今回刺繍で表現していて、シンプルな中にもすごくこう高級感のあるデザインになっております。なんかほんとさ、このプリントもさ、もう本当にこうやって服ってできるんだなって思ったんだけど、もうほんと数センチプリントが
小さいだけでまた全然印象も変わってくるし、こう鼻の部分も全部プリントだったんだけど、なんかそれより絶対刺繍の方が素敵なんじゃないかとかいろいろ試してみたし、で特に今回はこのシーンの一部を使わせていただいてるので、スタジオジブリ作品のなんか美しさはやっぱりこう残さなきゃいけなくって、なので今回このプリントをするにあたってもどういう発色をすればジブリ作品の美しさが表現できるのかっていうのもいろいろ試してくださって、で最終的にシンプルだけど色鮮やかで高級感のあるようなこの1枚が完成しました。めっちゃ素敵じゃない？これは本当日常でも使いやすい気がします。でこれに一緒に合わせて使っていただきたいアイテムがいくつかありまして、こちらですね。じゃーん。はい、まずこちらが、ニット帽になっているんですけれども、じゃじゃん。デイダラぼっちのニット帽になっております。いやー神々しい。でもう一個がこっちです。じゃん。いやーわかりますか？はい、アシタカのたたられた腕を表現したアームカバーを作りましたやばくない？絶対欲しいよね。これはちょっとマストバイアイテムな気がします。もうこれはね、今回のコラボはちょっと私の中でそのジブリパークに行く時とかお出かけする時になんかトータルコーディネートできるようにしたいなと思っていて、このプルオーバー買ったらなんかこれと組み合わせたら可愛いとか、なんかそういう着方ができるようなラインナップにしたかったんですね。なのでちょっとこのプルオーバーの時ははい、こんな感じです。いやめっちゃアメカジっぽくて可愛くない？もうこれだけでお出かけできるじゃん。はい、ちょっと私的におすすめしたいコーディネートがこちらの3点合わせでございます。可愛いでしょ？これがねアームカバーなんですけど、たたりの色がもう完璧に再現してるという、この点ももちろんなんですけど、このさ見てこの丈感見てよこの丈感。もうほんとさこの感じがさもう劇中のアシタカにそっくりなわけ。もう再現度持ってみたらもうアシタカの手もうまるでアシタカの手になれるぐらいのちょっともう形にこだわりまくったこちらアームカバーになっているんですけれども、この獅子紙の帽子は獅子紙の部分が白ではなくてちょっと薄めの水色系で作っているので、なんかそこまで目立ちすぎず絶妙な色味がね特徴かなと思います。帽子のこの部分にはこういうタグがついてるんですけど、これ実はね表裏でねデザインが違うくてねこういう可愛いねタグがこことアームカバーにもついてるし、でこのプルオーバーにはこのね赤が入ってるので3の色が統一して入ってるので、これでほんとさトータルコーディネートを組めるようになってるのがこちらの3点でございます。でこれが私的にはマッチモードがもうこの3点合わせなんですけど、キャンプに行く時とかアウトドアの時に合わせていただきたいのがありまして、それがこちらです。じゃーん。はい、私もいつもねキャンプの動画の時とか茶色いベストをさいつもつけてると思うんですけど、あれもフォックスファイヤーさんのやつでもうすっごいあれがさ使いやすいので、今回のコラボでもあれのちょっと新作を作らせていただきました。ここがねベルト式になってるのでこんなぐらいのゆとりからここまで絞れるようになっていて、はいこんな感じ。じゃーんはい、ちょっとキャンパーの方にはぜひこれも一緒に使っていただきたいですね。もちろんもののけ姫要素がこちらにも入っていて、左のポッケの部分にはあらー刺繍の小玉さんが3匹いらっしゃいまして、でこの後ろですね。じゃーん。後ろ側にはなんと獅子神様がプリントされております。かっこよすぎん？もうこれもさシーンってさ本当に色が綺麗で黄色というかオレンジというかものすごく神々しいシーンなので、そのシーンのインパクトをちゃんと生かした色味になるようにもういろいろ試行錯誤して作ったのがこちらのジャケットになっております。容量としてはここにポケットが2つ
大きめのがついてるのと、この獅子神様のこの部分もポッケになってるので、なんか一説によるとここはなんか薪とかも入れれるポッケらしいんですけど、なんかもうキャンプの時別でカバン持たなくていいぐらいの大容量のこのツールバッグになっております。はい、というわけでこのプルオーバーと合わせて使っていただきたいこちら3点をご紹介しました。やばい、マジでもう1時間喋ってるなんかさ、もういろいろこだわりが詰まりすぎてさ、もう全部言ってたらキリがないかもしれない頑張ります。はい、じゃあ次は今まではアシタカにちょっとこう特化したようなグッズを今までは見せてきたんですけれども、ここからはなんと山犬の一族をお見せしたいと思います。山犬の一族っていうのは、モロとかサンがいる山犬一家ですね。みんなきっとさ、もうもののけ姫を見て一度は飼いたいと思った山犬たち。私も何度シベリアンハスキーを飼うか検討したか分かりません。そこで、これからのね冬の季節にぴったりなウェアを山犬の一族のようなイメージで作らせていただいたので、そちらをご紹介したいと思います。こちらでーす。じゃーんこちらはですね、スタジオジブリフォックスファイヤーコラボモロの君フリースジャケットベージュでございます。はい、先ほどねアシタカのフリースをご紹介したと思うんですけれども、こちらはモロの君のフリースジャケットです。はい、こんな感じ。あったけーマジでなんかどこにでも着ていけそうなこちらがフリースなんですけど、こちらのねこだわりポイントとしては、このフリースの生地の部分はモロの黄身とその子供たちの毛っていうのは若干ねその色が違ってて、モロってちょっとね黄みがかってるというか、それがちょっとこうアニメを見るとその違いがわかると思うんですね。で今回はモロの黄身なので、若干そのモロのなんかこうくすんだような色味も絶妙に表現しておりまして、画面で見るとね白とかグレーに近く見えてるかもしれないんだけど、これ店頭で見ていただくとめっちゃモロの色って感じするので、ちょっとその辺はね店頭で実際の色味を見ていただけたらなと思います。今回のこのフリースはフリースの生みの親とも言われているポーラテックさんのものを使っています。これが本当にいい生地で厚みがあるんだけどめちゃくちゃ軽くって保温性もすごいので、もう機能性が抜群にいいです。このレールの部分もこのタグの色も全部ねオリジナルでもう何百通りもある中から色を選んだんですけど、こちらも3の赤色を彷彿とさせるような結構こう彩度の高い、明度もちょっと高めの赤色を採用しました。キャラクターとかはね入ってないので、本当になんかこう大人の方にも楽しんでいただけるコーデが組めるかなと思います。こちらもさっきのフリースジャケットと一緒で中の素材がこのポリエステルをうまく組み込んでいるので、この肩周りはねかなりゆとりがあるし、動きやすくて静電気も起きにくい素材になっております。はい、というわけでこちらがモロの君のフリースジャケットでした。で今回はトータルコーディネートっていうのをポイントって言ってたので、フリースジャケットにも一緒に合わせていただきたいアイテムを一つご紹介したいと思います。こちらです。じゃーん。はい、こちらはもう絶対作りたかったアイテムのうちの一つなんですけれども、3のかぶり物をイメージした帽子を作りました。よいしょ。じゃん。うわー、かわいいはい、こんな感じでホワイトコーデにぴったりな3の帽子になっております。この耳の部分がこのボアを使っているので、これが3の頭のさ毛皮をうまく表現できてるのかなと思っていまして、このボアがこのじゃん、この3の色のベルトで留められていて、これがこう外せるようになってるんですね、ボタン式で。結構さ街中だとほんとこれでいいと思うんですけど、キャンプとか行くとマジで耳が寒いので、こんな感じで下ろして使いたいなと思っております。下げた時もちょっとここにねワンポイントが来るようにここにワッペンをつけておりまして、めっちゃ可愛くない？これをこう上げても下ろしても可愛く使えるようなこちらが3キャップになっております。やばいよね、これも超可愛いんだけど。これベルトがついてて、これをこうやって絞ると帽子がちっちゃくなるし、こ
これを外すとはいこれぐらい広げれるっていうベルトでサイズ調整ができる帽子になっております。多分これ店頭で見て一回かぶると一目惚れすると思います。多分すぐ売り切れちゃうんじゃないかなと思いますね、私的には。はい、というわけでいろんな使い方ができそうなこちらがサンのキャップでした。はい、じゃあここまでアシタカと山犬が出てきましたが、もう一つもうもののけファンとしては絶対外せないキャラクターがいると思うんです。せーの、そうヤックルですもののけ姫といえばもうヤックルなくては語れないということで、今回はヤックルにちなんだ商品も作りました。こちらでーす。じゃーん、スタジオジブリフォックスファイヤーコラボ獅子神の森ショルダーバッグでございます。ちなみにこのショルダーバッグと実はじゃん、はい、こちらのトートバッグもありまして、今回このバッグが2種類出ました。こちらはこんな感じでパズーが持っているようなバッグともちょっと似た形のショルダーバッグになっていて、どこがヤックルかっていうとここですね。はい、ヤックルのほらこの刻印がされていまして、それをこう開けますとじゃんすごくないこの中のデザイン。はい、このね中の部分は今回の完全オリジナルのデザインになっていて、フォックスファイヤーさんといえばのカモフラージュ柄ですね。それにこちらスタジオジブリさん書き下ろしのヤックルとかおっこと主様とかモロがこの勢ぞろいしたカモフラ柄があしらわれておりますやべえ今回だけのオリジナルデザインだよ。これやばいでしょ。こういう私のさ化粧ポーチ結構でかいんだけど、こういうのとかも全然入る。ペットボトルとかも500ミリのペットボトルだけど、それもすっぽりほら入るような大きさになっています。なんかもちろんアウトドアメーカーのフォックスファイヤーさんだけど、これはなんかさカッターシャツとかなんかおとなしい感じのファッションにも合いそうだし、なんかほんとどんなコーデにも合いそう。めっちゃいいと思います。これ使いやすくて。でこれと同じ色味で作ったのがこちらのショルダーバッグになっていて、こちらもベルトの部分にはヤックルの刻印があしらわれていて、この中にはさっきと同じカモフラージュ柄がはいこんな感じでドドンとあしらっております。こっちも結構容量はすごくって、もちろんペットボトルも入るし、でプラスしてなんかポーチとかも全然入るような大容量になっていて、中にはポッケもついてますね。こういうバッグってなんかこうやってさ肘曲げては持てるんだけど、なかなかここまでさいけなかったんだけど、私は圧倒的に肩掛け派なので、今回はちょっと紐が長めでねこうやって持つこともできるような、バッグに仕上げました。でもちろんアウトドアメーカーが作っているので作りもしっかりしてるし、だからこの生地感もガシガシ使っても大丈夫そうなシワになりにくいようなデザインなので、かなり重宝するんじゃないかなと思います。はい、というわけでこちら普段からいっぱい使いたくなるこちらヤックルモチーフのバッグでした。よし、あと3品続いてはねちょっとじゃあ今回唯一の小物をご紹介したいと思います。正直これはマジで秒で売り切れると思います。続いてはこちらです。じゃーん、はい、こちらはですねスタジオジブリフォックスファイヤーコラボ放浪マグサンとアシタカでございます。はい、そうなんです。私も大好きな放浪からマグカップのサンとアシタカが出ました。放浪っていうのはなんかこういうねこういうなんていうんだろう軽い陶器みたいな感じなのが放浪っていうんですけど、これっていうのは直接火とかにもかけれちゃうすごい優れものでして、それのマグカップのこちらじゃん、サンとアシタカが出ましたちょっとなんか疲れてテンションがおかしくなってきたまずこちらの青の方が、こういうプリンセスもののけフォックスファイヤーというロゴが入ってまして、こちら側にじゃーん、はいヤックルとアシタカがいます。ヤックルってさアカシシっていう空想上の動物なんですけど、こういうなんか山岳地方の動物ってさほんと独特な走り方するんですけど、そのさなんか特徴がうまくこう抜群に描かれ抜かれたはいこちらヤックルの、はい、マグカップですね。赤色の方は
はい、山犬に乗った山が描かれております。ペアで買いたいなっていうぐらいイケてるんですけど、このね、じゃん、底面にもですね、はい、こんな感じで映画のタイトルロゴが入っていて、もうこれはもうファンにとってはたまらない、もうこのコップになっている気がします。はい、こういうちょっと日用雑貨もあります。こちらが放浪マグでした。はい、次がいよいよ最後の商品になります。終わっちまう。次は、最後にして最高級品で、最後にして最高級品のプロダクツをお見せしたいと思います。まあほんと一生もんですね。これは人生の一着になってくれるようなウェアです。最後はこちらです。じゃーん。はい、こちらはですね、スタジオジブリフォックスファイヤーコラボデイドラボッチのダウンジャケットでございます。はい、そうなんです。最後はなんとスタジオジブリとフォックスファイヤーのダウンが出ました。ジブリさんのダウンって今までなかったんじゃないかな。いろいろさ、今までロエベとかいろんな企業さんとコラボしてこられましたけど、ダウンが出たことはないんじゃないでしょうか。広げてみるとこんな感じです。いや、めっちゃ色が良くないですか。はい、先ほどバッグの中にもあった今回のオリジナルのカモフラージュ柄ですね。それを大胆にここにプリントしまして、この獅子神の森の神々が大集合したこちらダウンジャケットになっております。まあこれはもうほんとシルエットにもめっちゃこだわったので、このね首元はもう暖かさを重視してここまで上がるようになってます。もう首周りもマフラーいらないぐらい、もうこの耳下ぐらいまで隠れるような、はい、ここの首元ですね。もうほんと冬キャンとかはもうこれ1枚でいけると思います。フードを下ろすと、こんな感じでその中のプリントが見えてくれるので、すごくこう顔周りがパッと明るく見えるようなデザインになってますね。いや、これはね、もうめっちゃくちゃね、もう制作過程の中でも何回も試着して、丈感とかさ、この二回りとかもうほんと計算し尽くして皆さんと作ったので、なんかダウンって結構海外ものが多いからなかなかねジャストフィットのやつがなかったんだけど、本当私みたいな平均身長さんとか、それより小さい方とかでもこれはちょっと着こなしやすいんじゃないかなと思います。で、機能面で言うともうアウトドア好きとしては最高のウィンドウストッパーっていうのがついてるので、もう冷気が中に入ってきづらいっていう仕様になってるのと、外の空気は入れないけど中の空気は放出するっていう機能がついているので、どんなにこう着込んでても蒸れにくいような素材になっております。なんか冬さ着ててさ、こういざ電車とかに乗るとめっちゃ蒸れるみたいな、暑いみたいな感じよくあると思うんですけど、これはそういう全然蒸れとかそういうのがこう心配しなくていいっていうね、そういう素材になっております。こちらは今回のコラボレーションの中でも一番高価な商品になるんですけど、それにふさわしいくらいとにかくいい素材を使っているし、簡単に消費されるものではなくて長く一生愛してもらえるような、そんな一枚になっていると思います。いやー、めっちゃ自信作のダウンができました。はい、というわけでこちらが最後の商品ダウンでございます。以上12点ですね。ジブリさん、フォックスファイヤーさんと一緒に作らせていただきました。いやー、感慨深い。もう完成したんだな。いやー、今回のコラボはフォックスファイヤーさんの直営店全国26店舗で、販売予定です。で、また後日オンラインストアの方でも発売しますので、全国の皆さんにお買い上げいただけるんですけれども、もう本当に今回はもう長い時間をかけてもう一丸となって作り上げた商品なので、もうその手で触れてこの良さを味わっていただきたいなと思うし、冬って結構お出かけするのが億劫になったりすると思うんですけど、今回のプロダクツをまとって冬のお出かけに旅立していただけたらめちゃめちゃ嬉しいなと思います。はあ、もう私はでもとにかくもう無事に完成したこと、そして皆さんにこうしてご報告できることがもうめっ
ちゃ嬉しいですね。本当にこう自分がスタジオジブリ作品が大好きでいろいろ希望ももらってきたからこそ、お仕事で一緒にご一緒できたらいいなっていうのはもうずっと自分の中の夢だったし、キャンプとか釣りとかこの好きなものを追求してきたことがこうやって今回のコラボに生きたことがなんかすっごい嬉しいなと思います。もう本当 YouTube ってまさにそうだと思うんですけど、好きで追求してきたものがなんか一つのなんかこういうさ形に結びつくっていうのはなんかすごく私はロマンだなと思うし、好きを追求していくとこんなにもなんか自分の世界が広がっていくんだなっていうのを改めて実感したので、いやーなんか続けてきてよかったなと思ったし、もう私がこうしてなんか一個ずつ夢を叶えられてるのは本当にみんなのおかげだから、ありがとうマジでありがとう。もう本当にいつもありがとう。そんなチームの皆さんと作らせていただいたフォックスファイヤーコラボの、もののけ姫プロダクツ、ぜひ今日から発売ですので、皆さんにも長くたくさん愛していただけたら嬉しいです。ちょっとでもいいなとか欲しいなと思ってくださった方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。で何より店舗に行ってぜひその手に取ってみてください。また近いうちにねこちらの商品を使ったキャンプ動画も上げる予定ですので、そちらも楽しみにしててください。それではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。それではまたねー。ありがとう。